こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい、今日は何しましょうか。はい、今日はね、もういい時期ですね。もう吹いちゃってますけれども、はい、もみじいろんな種類があるので、これを豆鉢に入れて完成させたいということですね。で、これが織姫の取り木ですね。これはいいですね。すごいですよ。こうなってます。多分粘りもあるので、これはいいですよ。で、こっちのは挿し木ですね。琴姫、もう葉っぱがちっちゃいやつですね。こちらが三河八つ房もみじというもみじなんですよ。八つ房なんで葉っぱと葉っぱの間隔が澄んでるのね。この、なんていうんですか、石棺っていうんですか。で、これも未生種まきですね。なるほど。で、これがもみじで、もし時間があれば、山もみじをこれを小さい鉢に、これちょっと大きすぎるんです鉢がね、うちにはね、これも古そうですね。でも古い木ですね。で、ちょっと枝がバサバサに伸びちゃってるんで詰めてやると思います。じゃあもみじを豆盆栽にするっていう、そうですね。もう豆にするのは今しかないですからね。はい、大きくなっちゃいますから。はい、よろしくお願いします。はい。はい、じゃあまず一番かっこいいやつからやりましょう。はい。抜きます。よいしょ。これもね、一番ちっちゃいポットを切ってわざわざ使ってるね。本当はこのくらいの高さなんです。うちで販売してるんですけどね。穴もいっぱい開いてて、とてもよろしい。ここまで出来上がってるからね、もう、鉢上げのみです。なんかね、目の拭きもいいですね、これね。そう。織姫はね、ものすごい芽吹きがいいんですよね。そういうもみじなので、葉っぱもちっちゃいし、よっ。はい、止まってました。これを洗います。ここ座があるわ。座がある。取り木だとやっぱね、粘りができやすい。そうですね。取ってね、これね、結構立ってますよ。だってここがもう、ここが座なんですよ。根っこっていうよりも板状になってますから。ちょっとパンコンみたいな。そう。これだともう本当にやることがないね。仕事がね。まず根っこは軽く切ります。いらない芽を取るのですが、ここかな？これでしょうね。見えるかな？ここ。これ変なとこに出てるでしょ。こっちにあるのにここが立っちゃってますから、これは取ります。それからここを切り戻して、これいらない。はい。ちっちゃくてね。ちっちゃいから大変ですよ。二股にしていくみたいな。そうですね。芽がね、重なってるとこはね、良くないから。将来的にそこがコブになっちゃうんですよね。やたら取れるかな。難しい。取れた。これが戻ってるから、これ取ります。前がはっきりしない木だね。私的にはここが前かなと思うんだけど、枝の配置的にはね、流れがね、こっち流れてますからね。こっちじゃね、この枝が邪魔してるからね、これいらないんじゃない？これ取ればこっちでも良さそうなんだよね。気がしますね。そうだからどうしようか。そうだな、これ取っちゃおうかね。その方がいいね。これ取っちゃいましょう。思いっきりよくやっていかないとね、形が作れないから。こんなちっちゃいの写しに行くかの？大丈夫ですか？で、そこ一応カットパスタつけときますね。裏枝もあるしね、いいですね。よいしょっと。くっつかない。ここにつけるのは至難の技なんですよ。墨でもいいんだけども、ダメか。くっつかないや。じゃあ墨に変えます。キニヌール。キニヌールをちょっとつけときますね。もうちょっとか。よし。じゃあこっちが前ということでね。このぐらいにしときましょう。私が切り始めると裸になっちゃうんですよ。まずいからね。これで8。まず止水鉢は用意したんですが、ちょっとこのサイズより一回り小さいんですよ。なんでこれくらいで入るんじゃないかな。でもね、これじゃあね、ごついんですよ。だから
意外とないんだよね、ぴったり合うのがね。浅い方がそうですね。格好がいいと思うのね。なんか株立ちっぽい感じですもんね。うん、そう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 。で葉っぱが出ると一回り大きくなるわけで、開くと。だから今ぴったりというよりはちょっと緩いぐらい。ちょい差があってもいい。うん、そう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 。これじゃ大きいです。ぴったりの鉢はないんですよ。こんだけあっても。そうなんですよ。これちょっと深いんだよな。浅い方がいいよね、やっぱりね。これがいいかも。深いな。ちょっと深い。あ、入んないや。幅がなくて入らない。あ、難しいね。こういう四角でもね、流れが出ていいですよね。うん、そうなんですよ。ちょっとこっちへ寄せて植えればね。これが第一候補かな。はい。これかな。はい。こうでしょ。でまず第一候補がこうでしょ。こんな感じ。第二候補がこっち。葉っぱがね、今ほらね、赤いから派手かな。派手かな。派手ですね。じゃあこっち。これがこう座を見せるからね、このくらいの方がいいんじゃないかな。やっぱこれ四角にしようか。これだとノーマルなんで、やっぱ四角にします。はい。これは止水鉢。そうです。豆の場合はこの金網が楽なんですよね。これは何製でしたっけ？何製？これ鉄入ってる硬い。これ今売ってないなかなか。なるだけ網は小さくしとかないと、なんつっても絡んでね、後で植え替えの時大変ですからね。こんな感じ。はい。あっちも少し使ったやつをね使うと雰囲気が出るんですが、これ新品なんでちょっと光ってますけどね。鼻水すごい出るな。出るよね。花粉すごいと思う今日。ここにこれは普通に植える粒ですね。これはね、普通の人は細かいやつ。もう豆はこれが粗い土になるんですね。でちょこっとこれ入れときますけど、そしてこれ位置を決めるのに私がこっち向けちゃいます。すいませんね。豆の場合は 0.8 ですね。0.8 じゃないと無理です。あとはもう超細かい土ですね。一応ふるってありますのでね、ふるいはかけてありますよ。これは自分でふるって作るしかないんでね、売ってないからね、こんなものは。小粒を買って小粒をふるしかない。みじんって言って挿し木用かなんかで売ってるとこもあるんだろうけどね、そんな一袋買ってもそんなに使わないでしょ、いくらなんでも。そうですね。ここで土をねちゃんと入れないといけません。結構入るんだよ、こうやってやってると。根の下にもミニチュアだ。ミニチュアですね。でもこれそんなにちっちゃい方じゃないですね。やっぱ3センチぐらいですか、これ。4センチは 1.5 とか4センチあるんじゃないですか。そのくらいありそうですよ。もうちょっと入れて、なるだけね入れとかないと。はい、じゃあお水入れます。そしたら周りをねちょっとねキュッキュッて押しとくの。はい、これが一作品で、これは織姫もみじの取り木。大木があるね、すごいよね。ザ・盆栽みたいな感じですね。これでもあれですね、注意点としては水ぐらいですか。そうひたすら水、それからちっちゃいからって言って日陰に置いちゃダメです。葉っぱが大きくなっちゃうんで、カンカン照り。なるほど。カンカン照りでね持ってくにはね3回かな、水。今植え替えたてが一番乾くんです。だから4月が一番水やりが難しいんですが、だからできない人は自動換水器のタイマーつけてやるとか、二重鉢に砂に埋めといてね、
それで下からも吸わせるようにしないと、このまんまポンって置いてカンカン照りで、今日24度ですけど、ちょっと2回だときついかもしれないですね。そうですね。最初の1週間で決まりますから。はい、はい、じゃあこれはこっちを。はい。で、あとですね。そして次がね、うちで刺した琴姫。形的にはこっちなんですけど、棒なんだよね。琴姫って曲がらないの。まあそういうイメージありますね。曲がらないの。だからね、琴姫をね、こう、もう山もみじ風にしようと思わないで、この葉っぱを楽しむ。この葉っぱをね。だからこれまっすぐですけど、可愛いじゃないですか。そうですね。これはこれでいいんですよ。別に曲がってなくてもね。で、ちょっとこれが、よいしょ。そんなに根がまだない。結構高いですね。背高いね。背高いなぁ。土の中。ここまでね、土があったからね、気がつかないんだよね。ちょっと斜めに植えてごまかすしかないんだよ。でもこういう素材はそんなに曲がっていいやつだか売ってないから。これなんかね、ちょっと大きいの買ってきて、たくさん挿し木して増やしてとか。そう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 。この場合、上根を大事にしますので、下から一応切りますよ。硬いのでね、ここを取っちゃわないと、沈まないわけ、鉢の中で。直根を切るみたいな。そう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 ね。でぐっと押し付ける状態でね、斜めに少し斜めに植えて、こういう木はそんな悩むような鉢に植えないでね、小さい豆盆栽の初心者向けみたいな感じかな。どっちかっていうとね、可愛ければいいみたいな。はい、あと1年これで1年ここで育てないとダメだと、本当は。この下枝が成長してくるまでね、そうするとかっこいいのできるんですよ。これはもうまっすぐだから。下枝ができてればそこを生かして枝ぶりを作っていくってことですか？そう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 。上を止めてやるんですけどね、だから今これを植え替えちゃうと豆に成長しないんだよね、だから本当こういうのは1年我慢する。これは下枝がないから、もう植え替えてこういうものだと思って。どっちがいいかな、色同じです。同じはい、こういう感じになる。ほら、さっきがこの色だったから、じゃあこっちにしましょう。はい。昔若い時はね、豆の植え替えなんて1日相当数こなしたんだけど、今ダメ。気力がなくなってくる途中で。でも前回来た時よりは植え替え進んでるなと思いましたけどね。もう朝8時から夕方の4時半ぐらいまでずっと続けて植え替えしてますよ。それでもまだ半分いってないですよ。そこが問題なんですよ。去年あんまりできなかったんで、今年頑張ろうと思ったんだけど、もうすぐ子供生まれるし、孫が生まれるし、孫生まれるし、あと3日です。あと3日で。下手したらね、今日。そう危ないですよ。そうですよ。で入院中はね大丈夫ですね。帰ってきてからが大変。感動的な動画になるかもしれない。そこまでついていけば。ここの根っこにねちょっと引っ掛けたの。引っかかってでこれね、さっきのよりちょっと根がないから、粗い土入れます、全部細かいので植えちゃうと水持ちはいいんですけど根が成長しないんですよね、だから空気を含ませないといけないので、さっきはね全部こっちでやったのね、座もあってもう出来上がってましたからね。このぐらいは粗い土にしといて、これでね、あとラストこれで埋めていきますね。はい、かわいいよ。まっすぐだけど、こういうのね初めての人はねこのくらいからやればね。そうですね。鮭はもう高級。さっきのよりも水もこっちの方がまだ大丈夫そうな気も。大丈夫です。大丈夫です。いろいろですね。だから本当はこれをやりたかったんだけど、どうしても今やっちゃうわけいかないので、これはねほらグラグラだったのね。でこういうのを手入れをしといてから、これはこれで肥料やって1年待つと、
はい、下の方からも吹いてますもんね、そうそう、ここにあるんでね、これをまずしっかりとさせないと、上をね、ここで本当は切りたいわけさ、ここで、ここで切っちゃいたいんだけどね、今切っちゃうとね、どうなるかちょっと分かんないので、様子を見て、ちょっと、ちょっとだけ様子見てから、後でもしあれだったら切っちゃうけど。で、これ、もみじが2種類、3種類目は、これですね。これね、三河八つ房もみじですね。葉っぱこういう感じでね。葉っぱはそんなに大きくない。これ、紅葉がすごい綺麗なの。で、葉っぱがこう、重なるように出るんですよ。ここを見るとわかるけど、石棺がね、すごい詰まってて、これの実生は珍しいんですよ。なかなか、挿し木はよくあるんだけど、三河八つ房もみじと言いますね。で、こっちのもし使うんなら、これをここで落としちゃいますよ。これ、こういうのがあった場合は、ほら、一気にいきますからね。これね、もしあれなら刺せるようだっても今刺してもつかないんだよね。あ、そうですか。難しいです。つきにくい。これは自体はつきやすいんだけど、時期がそうですか、時期が梅雨とかの方がいいってこと？そう、5月葉っぱがね柔らかいとつかないの。ほら新芽だから、まずつかないんですよ。硬くなってからで、ここにちょっとね、墨塗って、で芯を止めます。この時点でここに4枚今もう出てるからね、真ん中いらないんですよ。これ以上置いとくとね、伸びちゃうんで。目摘みです。目摘み。真ん中の目摘み。そう。この時点でやっとかないといけません。もみじは一瞬ですからね。そう、シュッて伸びますからね。こっちも面白いんだけどね。とりあえず葉っぱがあるから。こういうのはね、こういうことが起こるんですよ。ほら。ほら。根っこがない。根っこがない。根っこがない。どういう状態ですか？こういう状態でした。ほら。だから密集した人がちゃんと根の処理してないから、ここがこれぐらいまでは切っちゃうね。石かませないと無理じゃないか、これ。石かませるか。このサイズじゃなければね、ラファエでぐるぐるっと巻いて寄せちゃいますけどね。これじゃちょっとね、石かな。石でしょうね。とりあえずこっちもやってみよう。こっちの根っこが良ければ。で、1年目の根の処理みたいなのってどういうことをするんですか？巻くでしょ。でバーッと出たでしょ。直根切ってポットに入れてくれる。直根残しちゃダメですよ。発芽してとちっちゃいの作りたい人は1年待たないでやったりしますよ。半年でね、大体ね。これの方がいいよ。ほらまだ根っこが、これが直根で硬いの。もみじの根っこって硬いのよ。だからもう切るしかないのね。こうなったらね。豆の場合ね、あんまりこだわっちゃうとちっちゃいの作れないからね。さっぱりしちゃった。こっち前でこの曲がりを見てやるしかないかな。この根っこは邪魔だよね。邪魔だけど取っちゃうと安定しないかな。切っちゃおう。こっち前だ、こっち前にしちゃって、これ頭でね。でこっちは石付きって感じかな。豆盆栽用のね石があるんだよ。ちゃんと細かいっしょ。龍眼。そうです。これなかなかないですよ。これもう今龍眼石自体もあんま売ってないんでね。前に石が来ちゃうとおかしいかな。前に石が出ちゃうんですよ、どうしてもね。難しいぞこれ。こっち横に行ってほしいんだよね。またげすぎてんだけど、でも 2,3 年経ったら面白いかもしれない。意外と石とね、こうラファエで石取れちゃうから、植えてる途中で取れちゃうと向き変わっちゃうので、一緒にね縛っといて。大変だよこれやるの。ラファエで固定いたしました。鉢選びです。緑。紅葉が綺麗なのでしたっけ？赤がね綺麗なの。あと目出しが赤なんで、このもみじは、だからあんま赤っぽい鉢はやめた方がいいかなと思いました。これでかいね。
こんな感じ、わかりますか？こんな感じ、はいはい、これか、これだね。大きいんだよな。でもこっちだな、やっぱり、サイズ的に、はい、こっちですね。これ2つあるけど、大きい。これギリギリ、こっちは緑だからと思ったけど、大きい。翡翠さんのやつに負けちゃうのでこれは美香さんのムラッカ、一応美香なんですよこれ足が、美香さんです。ムラッカなんですだけど、昔ね大量注文したやつね。こっち前だって決めたのに、石の関係で前が違っちゃった。変わったんです。流すしかないな、少しこっちから見たんじゃ立っちゃうもんな。そうですね、流すしかなくなりました。こうですよ。寝かして、少し寝かして石が見えるくらいにして、最初と全然違う形になっちゃいました。まあ往々にしてあるんですよ作ってる最中にねでね、ラファイアがあると便利なのは前も言ってんだけど、ラファイアに引っ掛けるので根っこがない植物、あんまりないやつもこう曲げといて、これをここに、そうそう、ラファイアに引っ掛けて引っ張れるんですよね。そうすると取れないからね、グッてやって引っ張ると根が少ないのでちょっと粗いの入れます、ただ石があるのでとは入らないとね、とりあえず下の方だけでも粗いの入れてあげて、これ見て豆やる人いるかな、まあどうでしょうね。結構だからこのだけちっちゃいから私にもできそうみたいな人がいるんですよ。逆じゃないですか。逆です。ちっちゃい方が難しいじゃないですか。逆です。そうです。普通サイズができるようにならないと豆はできないんですよ、どうしたって水のねタイミングがねつかめないからね。結局やっぱ枯れる原因の一番は水ですからね、とりあえず水さえ足りてれば、豆の場合古くなるのが早いんだよね、時代が乗るっていうんですか、肌が来るっていうんですか、だからね、だからコストはかかんないからいいかもしれないですね。でも豆盆栽普通の盆栽よりねお金かかんないし何しろ土がね、普通の大きい盆栽土1俵使えますけどね、1俵あったらね何年持つかなって感じですよね。始めやすいのは始めやすいと思いますけどね。そうですね。裏から見ると可愛いよ葉っぱがなんか島みたい島みたい、そうそう島みたい、可愛い。そこに生えましたって感じがしてる、これで葉っぱがもう出ちゃってるんで、ちょっとでも乾かすと枯れます、なるほど。これ二重鉢にしないとダメです、完全にで、もみじが3種類でしょ。これは普通の山もみじ。そうですよ。大きい鉢なんでちょっと気に入らなくて、このサイズでねこの鉢に入れとくと葉っぱが大きくなっちゃう。なるほど。だからこれはね誰かさんが作った木ですよ。誰かさん、うちのお客さん私が植えたんじゃない。これ最初からここに植えないですから、うちの場合ね。でこうもう古い木なんでもうねあれですよ、そんなにいじくんなくてもできる。針金が頑丈に止まってますね。この針金の留め方をすると、この下に巻き込んじゃうんですよ。このっていうのはこれ一般的なギュッギュッてやって豆を作っちゃうと1年で巻き込んじゃって取れなくなっちゃう。大きい木は元でやらないでしょ、根っこのこっちでやるでしょ。まあまあ元のところにこれをくっつけるのが最低ですよ、だって取れないんだもん、針金が中に入っちゃって。うちはだから U の字にしとけば、成長とともに U の字がこう起きるだけだから、食い込まないの絶対。 U の字は食い込みません。豆は特にね。さっきのほらやってないよこれ。やってない忘れてた。忘れてましたね。やりますか。後でいいんじゃないですか。そうだね、これもう一回切りたいわ、ちゃんとこの人は直根を切って植えてあるので、とても楽ですね、何年ぐらいだろう、種まいて作ったやつですね。種まきでね 7,8 年経ってると思いますよ、枝を整理する。これが長すぎるでしょ。ほら、ね
こっちが前なのか。ここが前だから、これか。こいつがお菓子。で、一つ、豆のやるやつ。ここ、一つだけでかいじゃないですか、ここ。はい。こことここが大きいんで、今、これが大きくならないように袴を取っておきます。袴わかる。袴の部分をこれ取ると、そこに日が当たるので、はい、そこの軸が短くなるんです。節の距離が短いみたいなこと？うん、そう。軸が短くなる。軸って葉柄っていうの？葉っぱに対してこう棒が出るじゃん。はい。柄っていうのかな、あれが短くなる。これ袴があるとないとでは大違いなんです。その長さが変わるんです。そうなんだ。豆はね、これ大事な作業だ。やんないって人もいるんだけど、でもやるとてきめん、こういうふうに裸にしちゃうわけですよ、ここ、はい、それここに日が当たるとこれでもうすぐ葉っぱになっちゃうんだけど、これが袴を履いてる強い芽の場合はその袴の部分からさらに伸びてから葉っぱになる、日が当たんないからもやしなんで今こことここの袴を取っちゃったのね、で他のはねそんなに強い枝になってないから取っといた方がいいっちゃいいんだけど、その2つが柄が長いとおかしい。でそれもこのタイミングじゃなきゃできないの？そうです。葉っぱになっちゃったらもう意味ないです。これ動画出る頃もう終わってる遠道一緒ですからね。やらない人もいるからやらない人もいるから。さてこのもみじをちょっと大きいよね。まあちょっとほんのちょっとですけどね。これはどうですか？これでいいんじゃないかな。あとこれじゃ深いし、そうでもないかね。こっちの方が小さくは感じるから、こっちにしようね。切ります。入んない。ほら、この根が大きすぎて入らないんで、切ります。これですね。はい。これでこれに植えます。はい、これに植えます。これは白を塗ってるの？普通の白、黒い。土に白塗ってんだ。土に白ですね。傷がね一回つくとね、もみじは大変なんですよ。もみじはね丁寧にやってやんないとね。カエデはね楽なんですよ。カエデは楽ですよね。カエデは本当にごつくなんないからね。で目摘みもしなくても結構大丈夫ですし。そうぶっつり切っても平気だし、ブツブツブツって切って裸にしとくと綺麗に拭きますからね。結構違いますよね。全然違う。全然違う。でもやっぱりもみじの方が人気がある。種類も多いし、そう手間かかるこのが可愛いみたいなやつですかね。そうですね。うちももうちょっと土入れないとダメだ。座がね隠れちゃうの。これ下にと入ったんで、これはもう全然 OK ですね。こんだけ締めれば葉っぱが今年は小さくなる。去年ね大きかったのこの木葉っぱが。葉刈りを2回したんだけど、それでも縮まんない時は縮まんないんですよ。やっぱ根で調節してやらないと。根が伸びないから葉っぱも伸びない、大きくならない。なんないですね、やっぱりね。あとなんかそういう状況の方が古くなるの早いとか言いますよね。そう。肌が来るの、肌がね来るのだから豆盆栽は年数の割には肌が来やすい、これは大きい鉢だと元気よく育っちゃいますからね。はい、これが、山もみじです。山もみじ、ね、はい、もみじ豆盆栽、何点かできました、まあ単純なのもあれば上級者編もあり、まあでもここまでね苗木の状態で作っていかないとい
けないんだよね。でもそれで最後に入れる。この辺だったらそう1、2年、2、3年。これはもう大盆栽祭りでポットで売りますからね。こういうのはね、こういうのは、自分で挑戦できます。この辺だってちょっと値段が古くなってる分、そうですね、ちょっとね上がって、これはちょっとできちゃってるからって感じですかね。これもう展示会です。展示会行き展示会行きですね。でも取引すればね、こういうところがある木をね、お祭りとかでそれこそそう大きいやつの先端を取ってるからみんな、下はね困るんだよね。捨てるわけにもいかないですね。まあでもまた育てて取引すればいいんじゃないですかね。そういうことになりますね。はい。でこれからの作業というのはもうひたすら水の管理、植え替えて最初の1ヶ月で枯らす人が多いんですよね。乾くのがアットランダムなんで全部が同じ時間に乾かないから、もしご自宅で見張れる人はここまでね苔きれいに張っちゃうと乾いてるかどうか見えないんで、うちは張んないです。で見栄えを良くするためにねこうなってますけれども、だから一部分取っとくの、部分的にこう穴開けて、そうすると中が見えるから白くなってたらやるっていうことで、このサイズだと今の24度なんですけど、まあ3回乾く場合もあります。でこの中で根っこがあんまり張ってなかったこれとかこれの場合は乾きが鈍いです。でこれとこれはもうすぐ乾きますね。なんでね、二重鉢にしてください。もう見張ってられないと思いますので、と乾く環境の人はもう薄い水盤に砂を張って水をひたひたにしてそこに置いとく。もう諦めてね。それでもその水が夕方までには完全に引いちゃいますから、それで根腐れはそんなに起きないんですよ。だからこんな分厚いところに入れちゃダメですよ。水がここまで来ちゃダメです。本当に足が隠れない程度の水の管理でやると朝たっぷりやっとけばお勤めから帰ってくるまで持ちます、で日陰に置かないように、日陰に置くと葉っぱが大きくなってバランスが崩れますので、午前中いっぱい当たるようなとこがあればベストですね。うちは一日中当たってますからね。夕方の水やりもだから3回っていう、2回でももしかしたらね、夕方そう午後からね日が当たらない人はね朝たっぷりやっといて帰ってきてから見るが十分です。そうですね。マンションとかだったらそんな一日中当たってるところあんまないと思うから。そうなんだよね。だから環境によりけりなんですよ、屋上でやってる人は大変です。大変です。遮光少しした方がいいくらいなんですけど、あと葉刈りとかは葉刈りはまだまだですね。何月ぐらいですか？葉刈りは普通に5月にありますけど、その場合葉っぱが大きいやつしかやらないです。豆は大きくなったやつだけ、例えばこの琴姫なんかはやらないです。葉刈り、大きくならないですね。でこの織姫もみじもあんま大きくならないですね。やるとすれば山もみじは1回やりますね。どうしても小さくしといてもやります。これそれ全葉刈り？山もみじはやっても大丈夫？全葉刈りです。これはね。なるほど。でこの八つ房もみじも葉っぱが大きかったらやりますけど、このサイズでまとまっているんだったらやらないでも平気ね。で本当はやると2番目の方が葉っぱが絶対きれいに紅葉するんですよね。小さくもなるし。そうそう。ただここまで小さい芽だとね、葉刈りは大きいとこだけちょっとやる程度になっちゃうかもしれないね。一般的には山もみじが一番多いと思うから持ってる人。山はもう完全に葉刈りします。完全に葉刈りしちゃって大丈夫と。そう。5月頃。そう。5月葉っぱが硬くなってからです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。急に終わっちゃった。もみじいろんな種類これからどんどん出てきます。うちの刺したもみじもこれからポット揚げするんで、5月の販売には間に合うと思います。ぜひ大盆栽祭りで。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。